これなんかも怪しいファズ、最近ずっと欲しくて探してたんだけどなくて、トーンベンダーとビッグマフの愛の子みたいなすごい良くて、ジェイミーさんこれ全部持ってますよね。今回はなんかあれを全部もらえるっていうからやろうかなと思ってこの企画参加したんだけどいや、いいギャラくれるなと思って僕の名前は村田義之と言います。ここは東京の渋谷にある、ギターショップ、フーチーズというお店です。僕の機材ほとんど僕の機材なんですけど、あと社長の機材とかお客さんの預かり機材とかが集まってなんかすごい重厚な部屋になってしまったんですけど、一応まあ普通売り物の部屋ではない部屋ですね。バーッとペダルがあって、これはユニバイブの歴代ユニバイブが一応一通り、ビブラコーラス、それからハニーのユニバイブ、新鋭のユニバイブっていう形で歴代のユニバイブが全部あって、日本の音楽サイトでこうレビューをしたりするんで、そういう時に持って行ったりするペダルがあって、渋谷っていう街が楽器的に、楽器のその市場としてっていうか、市場じゃないけどエリアとしてはやっぱり海外のお客さんはすごくびっくりするんですけど、信じられないっていう、要は駅降りて15分歩けば世界中の楽器が見て回れる。 LA でもあっちこっち走んないと見れないし、もうヨーロッパじゃ全然無理。本当にハイエンドの楽器からその中古のお買い得品、メジャーブランドは駅の近くで買えるじゃんっていう。でそれでなんか満足できなくてなんかないのっていう人が来るようなお店なんで、そういう住み分けはしてるかなと思います。クルーズっていう会社が、運営しているショップがフーチーズっていう。でクルーズっていう会社はクルーズマニアックサウンドっていうブランドを持っていて、そこのギターを売ったり、仲のいいブランド、国内のブランドも海外のブランドも仲のいいところの商品を取り扱ったりとか、あんまりメジャーなところのギターは少ないんだけど、でもポール・リード・スミスさんとかそういうギターは置いてあるっていう感じですね。これがその僕が好きなファズフェイスが全部入ってる棚で、上がトーンベンダーのマーク3、ロトサウンドのマーク3と、後ろがトーンベンダーのマーク3の、バージョン違いがあって、でこれはなんか友達が買っていらないから買ってくれって言って持ってきたツーノブトーンベンダー、これすごいレアで、これが日本に来た時にその友達が持ってくるタイミングでダイナソージュニアが全員遊びに来てくれて、友達が連れてきてくれて、でジェイ・マスキスが来たって言ったら友達がこれ持ってきちゃって、で俺たちもう浮かれちゃってこっちの方に気がいっちゃって、ジェイと写真撮るのすら忘れちゃって、帰った後誰もジェイと写真撮ってないって言って、ジェイも多分なんだこいつらと思ったと思うんだけど、これすごいなんか汚い音がするファズですね。でこれも珍しくて、パワーブーストっていうここにあるカラーサウンドのパワーブーストのなぜかボックスバージョンっていうのが、これすごいレアなやつで、これ日本の楽器屋さんで突然現れて、で僕買い逃してら友達が買ってて、でブツブツ文句ばっかり言ってたら、ある日じゃあ渡しますよって譲ってくれてっていうやつですね。これ割と音は出さないけど気に入っている。僕が音楽を好きになったきっかけは小学生ぐらいの時にテレビでやっていた歌謡曲、ジャニーズ男組かなんかの
あの真似を友達がしてて、お前もやれって言われてほうきを持たされるっていう漫画みたいな。僕がそのほうきからギターに持ち替えたのは単純にやっぱ身長がちょっと中では大きかったから、お前補定やれっていうもう定番ですよね。でもう補定ポジションでギターを始めて、でも布袋さんは難しくてあんまり弾けなくて、でブルーハーツは弾けたんですよね。ブルーハーツはできるって言って、でその後高校生に入ってディスチャージとか GBH とかそういうのを聞いたら、よりかっこっていうかアグレッシブなでも弾けるっていうその楽しさみたいのでどんどんギターをやっていくっていうか、だからもうずっとリズムギターですね。メタリカの時もボーカルじゃないのにリズムギターやってたし、とにかくリズムギターが好きで、こうザクザクザクというのは好きで、だからやっぱスケートロックというかスケボー文化もあったんで、スケボーはあんまり上手じゃなかったんだけど、その文化の方にスケートの文化の方にすごいこう持ってかれて、ブラックフラッグとかもそうだけど、上手くないけどなんかかっこいいしできんじゃねえのみたいな、そういうところからなんかギターにすごいハマっていったって感じですね。僕長野県の出身なんですけど、結構まだヤンキー文化が盛んで、イコールボーイとかそういう、ビートパンクみたいなで、そういう先輩の洗礼を受けて、でもその後またブルーハーツとかパンクロックも出てきて、オジー・オズボーンも聴いて、メタリカも聴いたらわってなってメタル子になっちゃったっていうのが最初ですね。だから田舎から出てくる18歳高校卒業するまではもう本当にメタルハードコアパンクみたいなのばっかり聴いてました。やっぱり高校生ぐらいの時にソニックユースのイヤーパンクブロークンっていうビデオがあって、そのビデオを見た時にもうとにかく訳が分からなかったんですよね。で何なんだこれと思ったけどすごいかっこよくて、でビデオはダイナソージュニアも出てるし、もうなんかいろんなミュージシャンが出てきてて、で全員かっこいい、全部違うんだけど全部かっこいいなと思って、よくそういうのを調べていくとソニックユースはとにかく機材がすごいわけわからんみたいな、だからチューニングもわけわからんみたいな。東京でライブハウスで働いてたんですけども、でそこでやっぱり日本のもう同時期に90年代の初めの頃っていうか、終わりの頃か、でも結構アメリカとリアルタイムで日本も動いてて、やっぱりそういうのを使ってる人たちがいて、で特にコーパスグラインダーズっていうそのノイズジャンクっていうか、普通にロックンロールバンドなんだけど、その人たちの足元もやっぱりぐしゃぐしゃでとにかくファズペダルだけでも5、6個あるみたいな、なんだこれって思って、僕それまではマルチエフェクターしか使ったことがなかったんで、ハードコアバンドの時はもうアンプでガーっていう感じだったから、あれなんだこれと思って、それでちょっとそのバンドが好きになって興味を持ち始めて、どんどんそういうエフェクターっていうものに興味が出てきたのはだからその頃ですね。まずオクターブファズって普通使わなかったから、時代はオクターブファズっていうのを使ってるぞと。僕照明をやってたんで結構見えるんですよ。で何使ってんだろう、とにかくビッグママは全員入ってる、でブラックキャットのオクターブファズも入ってる、ワーミーも入ってる、で変なADA のフランジャーも入ってる、なんだあれで、そういうのをちょっと、でもあれを踏んだ時になんかすげえ音がするっていうのが分かって、で照明をしながらそういうことをなんかこう気にしていったら、自分もなんかもう欲しくなって、なかなか買えないんですよ、高くて。で買えないから余計欲しくなって探すんですよね。でどんどんハマっていって、でそういうなんかゴミっぽいペダルをたくさん買って100個ぐらい本当に持ってて、でも、なんか楽しくなっちゃって、それが弾くよりもなんかそう買って鳴らすのが楽しくなっちゃってっていう感じですね。でこれが全部のファズフェイスのその歴代ファズフェイス、66年から68年ぐらいまでのファズフェイスがあって、で下はトレムフェイスとかそのファズフェイス型の他のエフェクターとかっていうのがあって。 What's your favorite fuzz face? お気に入りのファズフェイス。ワンのが NKT ゲルマニー、ワンのがシリコンの283、すごい珍しいのこれ。283 283 Silicon 283 Do you know about that? Yeah. Silicon?
The BC ones? BC. そうじゃあ BC Yeah. This is the 108とかはよくあるんだけど You know the BC 183 pop. Yeah, But that's 283. 283s. Yeah. Yeah. TS3 じゃなかったっけななんだっけ忘れちゃったどうする He doesn't remember. あ130 Oh, BC130 BC 130. Do you know about that? No. No. Are they original? Yes Original. Yeah. 2つあるこれも He そう has two of those. Yeah. Oh, you know what's funny? When we were doing the interview, Yeah. he was showing this. He's like, man, this is so rare. Like, I finally got this, and I know Jamie has everything, every single one of them. And I heard that when I take this interview, Jamie's gonna give it to me as a payment. Yeah, he was making joke out of it. So it's that rare. Yeah. まあもうすごいレアなんですかこれ。それなんか誰だっけ？誰かがすごいジェラシー感じてたよ。そう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 、だよねはい、まあ、はい、まあまあ私の友人が、ねえ、健太郎さんの友人がそうそうそう。これこうやって、ジェイミーはどういうコネを持ってるのかっていうね。こうやって連結していく、連結してマルチを作るみたいな。I saw one photo of them on Effects database. あ、エフェクトデータベースの And 写真見たぐらい then。right when Reverb came out, somebody in Germany listed the whole set and it was, I think, $1,100. おお、じゃあイギリスドイツでか。ホールセット全部セットで。That's super cheap ね。 Yeah. あ、ここまだつなげられるの。あ、じゃあまだあんのか。いや、どうだろうね、順番変えられるから、うん一応全部つけてるわけじゃないの。聞きたいけどね。Do they sound good? I have plugged them in one time. I can't remember. 一回しか使ってないって。Can't remember. That was when I was at like the peak of my hoarding. いやじゃあこれじゃあゲルマニウムねゲルマニア。これやっぱ村田さんオリジナリティっていうのもこだわりますよねパーツの。ファズフェイスに関しては行くとこまで行きたいですねオリジナルで。そうですねだいたい壊れることあんまないと思うんですよねあまずねそうですねそうなんか使い方が悪かったりとか保管が悪かったりしてファズフェイスが多分一番好きなんですよねでファズフェイスが好きでファズフェイスだったからもう全種類バージョンを持とうと思って僕が若い頃とか小僧の頃って情報がなかったじゃないですかで嘘だらけだったんですよね全部嘘でなんか本に書いてあることって一つも信用できないなと思って自分で買うしかなくてでおじさんの話は全部嘘で楽器屋さんの話も全部嘘でもうこいつら何も信用できないなと思ってじゃあ自分でやるしかないんじゃないと思って買い出したんですけどその中でもいい悪いがあるっていうことを知りたかったっていうか知っちゃってじゃあいいやつってどれなのってやったら全然いいんですよやっぱり。であとやっぱり50年経ってるから壊れてるものもあるじゃないですか。で壊れてないのはやっぱ素晴らしくてそれをやっぱちょっと僕の次の世代の人たちは僕らみたいに迷子にならなくて何百万も使ってペダル買う必要ないよってこれ買えばこれが正しいからこの音してなかったら買うのやめなっていうのが言えるかなと思って僕ともう一人僕の友達のパク君っていうのがいるんだけどその彼とよく2人で話してるのはやっぱりその僕たち知らなかったから本当の音知りたいよねって言ってそれの自分たちが本当の音ってどうやって出すんだろうと思ってた音の秘密を握ってるギアはやっぱ揃えたいって思ってやってるんですけどね。Might actually be the most perfect fuzz face. わ It あ sounds so good. それはすごい、Yeah. 一番完璧なファーストフェイスだ。やっと僕もこれ買うまでゲルマのいいやつってゲルマなんて言うとしないと思うんですよ。これがうわこれじゃんみたいな感じ。 What year is it? 何年生ですか66年。？66。それもファーシリコンです。これはシリコン。いやね、that's 130。そう。 So that's 130.
It's exploding. これ出音がやっぱ早いですね。あと力強いですよ力強いですねね。そうこれがだからシリコンの一番気に入ってるのはこれ。 So that's the silicon, most favorite part of the silicon. This one is. Yeah. I can see. Transistor. They're always so harsh, hot sound. I like the way that. Right, Like when yeah. you let a note feedback, the way that it. There's always something that pops out. Yeah. It's like. Yeah. They all sound so different. 全部音違いますうよね。ん全部違うんですよ。 And they're all good, you know. Yeah. So awesome. 完璧なんですよね。だからもう僕ファズはもうファズフェイスで完璧になっちゃって自分の中で納得しちゃってファズフェイスでいいじゃんみたいな。 So like for the as far as like fast pedal goes, like he just satisfied with fast face. Yeah, that's my favorite pedal too. How many fast faces do you have? I don't actually own a single vintage fuzz face. あ、ヴィンテージのファスフェイスは一個も持ってないんですか。 Oh. They're so expensive, and I can't buy one without playing through it, and there's でほら no 一回実際に試さないとねい。やいや僕のこのさっきのオーバードライブっぽいやつはジャンクですごい安かったの。 So he bought that as like a junk pedal, like as is. Oh, really? で抵抗が1個切れてただけだ。 And it was just the one register broken, so he changed it. 賭けだけどね。 It's like a gamble. Yeah. これがその1個前の年の1個前のバージョン。 That's like the year before that. This one is? 中身は違う。同じなんだけど It's exactly the same inside, but year before, but apparently it sounds different. もう本当今より15年ぐらい前は本当にチューブスクリーマーとか普通におじさんが持ってきてこれいらないからあげるよとかすごいあったんですよ。あと箱付きの新鋭のペダルが出てきてこんなのいらないよって言ってくれるとかそういうのが本当にたくさんあってでだからもう僕会社入ってから14、15年は本当に毎月給料の3分の1をお金で楽器のお金に払ってってそれアンプも買うしギターも買うし要はいいもんいっぱいあるから欲しいってなると売る前に自分で買っちゃってで俺も買ったけどすごいいいっていうのはやっぱ説得力出るしだからもうずっとお金払っていっぱい買ってっていうのを続けてました。でももうちょっとギターだけじゃダメになってきちゃってギターだけとかエフェクターだけじゃダメになっちゃってもうギターも買わなきゃケーブルも買わなきゃどっかでやめなきゃなと思ってるんですけどこのボードは今お客さんから調整品でお預かりしてるんですけど、ピート・コーニッシュに昔それこそ2001年にうちがオーダーしてこれピート・コーニッシュのサイトにも多分写真が出てるんですけどこのボックスがこのシルバーこれもくすんじゃったんだけどシルバーとゴールドの輪をそれぞれ50台だか100台だか限定で出してでなぜかシリアル1番が両方ともうちに来たんですよ。で社長が「じゃあこれお前コーニッシュにボード作ってもらおうぜ」ってよくわからないんだけどその発想が違うかコーニッシュにボードをオーダーしようとしたらそのワウが来たのかな。でなんか1台ずつ金と銀で金さん銀さんだとか言ってこれはソフトサスティン 2P2 でこのワウワウセンドリターンが1つ入ってモジュレーションをつないでブースターミュートっていう風になってるんだけどもう1台ゴールドの方はここが G2 っていうファズになってあと全部同じ仕様で全く同じものを2つ作ってでそれを最近別のお客さんが調整で持ってこられてそれを調整というか、日本だと今フリーザトーンがやってくれてるんでフリーザトーンにこれから持っていくっていうボードですね。本当は僕が買いたかったんだけどその時は買えなかったですね結構しますからね。高かったですね。このピート・コーニッシュは本当すごいと思いますね。このラビットイズっていうのはうちの社長が60歳になった時にうさぎ年なんでなんかうさぎのロゴをつけて自分のもうお前らが何を口出しても感知しない俺が自分の作りたい楽器を自分で作って勝手に売るって言って勝手に作ったギターシリーズで若い人たちに国産のセットネックでもいいギターを弾いてほしいっていうことで作ったギターなんだけど実際やっぱり蓋を開けてみたら僕より上の人たちもすごい好んで使ってくれててかなりこれは今売れてるシリーズ
クルーズのギターは全部メイドインジャパンで、作っています。ピックアップも全部オリジナルで、自分たちのブランドで出しているピックアップです。クルーズはアメリカで売らないかっていうお話はたまにいただくんですけど、やっぱりその僕らの意図を現地でセットアップも含めてやってくれる人がいないとどうしてもやっぱりちょっと不安っていうのがあって、で直でこう販売することはあるんですけど、向こうに代理店がいてってことはやってないですね。でタイコブラですね。ペダルフランジャーとか、僕すごいこのペダル型のフランジャーが好きで、このミュートロンのフランジャーもそうなんですけど、ペダル型のフランジャーは結構ヘンドリックスのレコーディングでよくドラムにかかってるフランジングがこの種の音がしていて、でよく好きで買って集めてました。これと ADA のフランジャーがすごい好きですね。これがオクタビアですね。これはスピッツっていうすごい日本の有名なバンドのベースの方がありますよって言って探してるって言ったらなぜか安く譲ってくれたという、すごくいつもお世話になっているやつですね。でこれはキャッスルダインっていうイギリスの人のオリンピックカスタムファズっていうやつなんですけど、なんかのお礼に作ってくれたのかな。そしたらすごい良くて、でなんか内訳を聞いたらなんかすごい昔のコンソールのサーキットをファズに置き換えたみたいな、エレクトリックレディスタジオとかで使ってたコンソールのつって、でお前地味編好きだからこれ使ってみって言って譲ってくれて、で今これあんまり良かったからうちのショップの別注でちょっと作れないかって言ってお話ししているやつです。なんかゲルマニウムバージョンってあんまりないんだけど、これゲルマニウムバージョンのやつですね。いやレズリーの音がすごい好きで、これも割と最近買ったジェンのフェイザー、なんかすごくいいですね。これもジャームスのインスタグラムに突然これが載ってて、すごい気になってリバーブで探したらもう売ってなかったんだけど、売ってた人にもうないって聞いたらあるよって言われてそれで買ったっていうなんかもう一応聞いてみたらあったっていうパターンですね。そのパックスね。そうでこれ俺がはピートに怒ったっていう。なんで俺に先に言わねえんだって。そうこれはエコプレックスリペアが僕にお前これ好きじゃないって言って教えてくれて、すんごい安く売ってて、で買ったはいいんだけどアメリカからどうやって持ってこようかなと思ったら、タカさんが日本に行くからって言ってタカさんに持ってきてもらったっていう。音はまあ普通でしたでもなんかこの箱に入ってる引き出物のなんかお皿みたいな感じがすごいいいですよね。あとこれがバーンズバザーラウンドで、これもずっと夢にまで見たバザーラウンドですんごい高かったんだけど、僕酔っ払ってて100万円って出てたんだけど、100万円じゃ買えないけどこのぐらいだったら頑張れば買えるかなっていうのでオファー出したら通っちゃって買わざるを得なくなって買ったっていう。でもすごい良くて、この後バザーラウンド周りの友達も買って持ってきてくれたんだけど、やっぱり僕はこれが一番いいなって思ってな。 Yeah, that's like the big boss man. You know? Let's try that, yeah. これはこのタイプたまにデジートーンを見るんだけど、踏んでる時だけオンになるんですよ。当時だからアタッチメントとして使ってたっていうか。 Oh, that's interesting. So those old fuzz pedals, he says that sometimes he sees those pedals with the アンラッチどっちだ unlatch. アンラッチ Oh yeah. Back in the day, that's how people Really, used to just use it. the momentary switches. Yeah, so Yeah, it's but like- yeah, You're he like, says that back in the day, people used to use it like that. Did you know that? no. Is that really how that works? 壊れてるんじゃなくて。
わ最高でしょ。もうこれやばい最高だったんですよ。もうだから高かったけどもういいやと思って、ねえこ Dude, this sounds very, Yeah, it does. very, very, very good. I had no idea that the switches are momentary. Yeah. But he says it's broken. Back in the day, people people used to use fuzz like that. 僕買ったディジトーンも2つやっぱモーメンタリーだ。 His old Digitones, 2 Digitones he bought was the same thing. The Switch, Really? the original Switches. No, the different, the old Different ones ones, he different bought. ones. Yeah. Because I think that's his fifth one or something crazy. I don't know. Yeah, I don't know. ロバート・フィリップがね。これが最高だって言ったのは分かる。 You know the Robert Philip? クリムゾン、 King Crimson from yeah, Robert Fripp, Yeah, yeah. yeah. He actually said that that's the best That's fuzz what, ever. well, that's what the first time I heard of the pedal was from Robert Fripp. Okay, yeah. 一番最初にこのペダル聞いたのがやっぱロバート・フィリップ。ああそうですよね。そう I had never played through an original one before, even though Earthquaker put out a clone. 昔昔アスケイカでクローンを出したんですけど、まあ実際これで初めて本物弾いたのこれが初めてだ。Is there anything like it? Which model is it? No. Soundshake is our pedal. Soundshank? Yeah, it's way hotter. サウンドシャンクっていうのがあるんですけど、ナイフの形がナイフの絵が描いてある。Yeah. Is that the dagger のね、Yeah. ナイフの I mean, it's 絵が描いてあるペダルなんだけど、まあ一応この回路、you need the circuit obviously. oh yeah, I know the Circuit. circuit, and I Right, played through the dam version of it before, and then まあ回路しててそのダムバージョンのを弾いたことあって、まあそれでwas that a limited edition? Oh yeah, yeah, there was 250. まあそのサウンドシャンク自体は250個の限定版で出してたんだけど、まあもう全然これでは違うっていう。 Yeah, the transistors we used were way higher gain. It was a hotter pedal, which I mean, it's not an exact. まあもっとゲイになる。そうです It's ね。 not an はい。 exact clone anyway. The tone control works like a tone control, and the volume isn't in the same place. It's at Oh, the right, end right, of the circuit. 僕のヴィンテージペダルコレクションのまあ、ポリシーというかは、正直本当に昔はエフェクター何でもよかったんですけど、とにかく面白いものをいっぱい買ってたんだけど、結婚する時か引っ越しする時にちょっとさすがに多いなと思って全部売ったんですね。で売ってなんか必要なものだけ残そうと思って、それが結局今のコレクションの軸になっていて、でこのディジトーンがさっきもジェイミー弾いてたけど、初期型のディジトーンはすごいバーザーランドによく似てって音が。でこれも僕これなんかすごい縁があって5個ぐらい買ったんですよね。で全部売っちゃったんだけど1個だけ残しとこうかなと思って、これが1個残ってて、でこれはその僕の友達が持ってるやつ、今預かってるやつですけど、それが1個あって、でこれもウェームの本当はブライアン・イーノが使ってるこれじゃないタイプのウェームが欲しいんだけど、そっちはもう高くてプロジェクト5ってやつは。でこれはなんか同じルックスだから買ってみようと思って買ったんだけど、まあ普通っていうかファズフェイスのなんか中途半端なやつみたいな感じの音ですね。これはアコースティックの320と370のベースアンプなんだけど、これはジャコ・パストリアスが日本に来た時にウェザーリポートで来た時にツアーで使ったやつって言ってたけど分かんない。っていうのはうちの社長がこれを要は当時下ろしてジャコパスと一緒にツアー回ってたらしいんですよね。でその時に機材レンタル屋さんレオミュージックっていう日本のすごい有名なレンタル屋さんが出してて、でそのレンタル屋さんの社長とうちの社長が長年の友達で、あの時のアンプもないのって言ったら、あ多分あるよって言って倉庫から持ってきてくれてこれ確か一緒に使ったやつだと思うよって言って、で僕その時にじゃあピンク・フロイトがアフロディーテに来た時のウェムのアンプとかないのって言ったら、あるよって言って、こんなでかいフェスティバルっていうスピーカーのセットを持ってきてくれて買わされました。ここには置いてないけど大きすぎてもう一個の店舗に置いてあります。アコースティックスって。でこれはギルモアが使ってた MXR のディレイです。これも普通にいい音がする。でまあこれニール・ヤング好きなんで、やっぱコンのチューナーはあと本当は5個ないといけないな、あと4個か。でこれがレンジマスターですね。これもすごく良い音です。もうこれはだからなんかクリームっぽいセットみたいなエリック・クラプトンクリームっぽいセットみたいなやつ。レンジマスターはもう僕が物心ついてから高すぎて買えなくて、これは本当に安く譲ってもらって、でこれも買った後友達が持ってたりして3個か4個試したんですけど、やっぱこれが抜群に僕は好きで、
これが今落ち着いてますね。でこれはヘッドは僕のパークなんですけど、下のキャビネットは、お客さんの預かり品というか、お客さんの機材倉庫に納品に行ったらすごいゴミのようにこれが扱われてて、ちょっと待ってよって言って何この扱いって言ったら、いや置くとこなくてって言うから、じゃあ俺持って帰って店に置いとくからいいって言って、これはちょっとあんま危険、もうネットが破けそうだったんで引き上げてきました。確かシルバーのアルニコのやつ、すんごいローが出るんですよね。めちゃめちゃローが出て、なんかちょっと小ぶりでいいアンプです。もう当然だけどです、いいアンプ最高で、これが自分のバイオレットマフ。もう僕これに関してはデビッド・ギルモア風かどうかでしかもう選んでないんでただそれだけです。これが最近買ったワウフェイスで、これ超俺顔がそっくりだねって言われて、眉毛の形がそっくりだねって言われてこれで買ったんだけど、すごい良くて、でこれと全く同じのがここにあって、ゲムっていうんだけど、これギルモアが昔使ってたっていう僕本で見て欲しいなと思ったらあったから、これも買ってみて、結構同じ筐体でなんか変な形してるんだけど、売って後悔したものは考えたくないけどやっぱりたくさんあって、もうビンソンのエコレックも結構有名な日本のプロデューサーの人にどうしても売ってくれって言われて売っちゃったら、もうその後買ったやつはそれを超えるものはなくて、はあっていうのもあるし、もう本当にワウワウペダルももう死ぬほどあるし、でも別に他のもんでも大丈夫なんだけど見るとそう、でもだからこのアースクエイカーのこのビデオの前のやつでボックススタジオの人いたじゃないですか。あの人結構すごいコレクションで、一番最後にゾンクマシーン借りて撮ったら仕事がまたこれ来るから、これ俺買わなきゃダメだなと思ってゾンクマシーン買ったっていうくだりがあったと思うんだけど、だからああいう感じです。なんか僕もなんかこれ持って行って、そしたらなんか面白いのないですかって言った時に、こういうのある知ってるって言えるから、これ俺持ってた方がいいなとかそういうのは持ってるし、このなんかレコーディングでこういう音出したいんだよっていう時にこれだよって言って、それが朝の情報番組の後ろでちょっと鳴ってたりするとウケるじゃないですか。あれゾンクマシンなんだよとか、実際あってそういうことが、だからそういう面白さでもなんか持ってるっていう感じで、まあエコレック2、これもちょっといまいちエコレック2ですね。だからすごいいい音するんだけど、なんか僕の頭の中であるエコレック2のあれが良かったなっていうのとちょっと違う。でまあ MPX1 はまあこれはギルモアがどうのっていうよりもちょっとリバーブが欲しい時に使ってる。でこれはマーシャルスパファーズの、元はジミー・ページが持っていたって言われてきたんだけど、まあ嘘か本当かわからないっていうやつですね。元々はすごくいいです。でこれがデビッド・ギルモアセットですねこれは、イースタンユースっていう日本のすんごいかっこいいバンドがいるんですけど、そのベーシストの方が今変わっちゃったんですけど、以前の二宮さんっていうベーシストの方がずっと使ってたベースアンプで使ってたやつで、最近どうしてるんですかって言ったら、2年ぐらい車に積みっぱなしって言うから、じゃあそれは俺が買い取っていいですかって言って譲ってもらって、だからこのアホの坂田のステッカーももうこれはそのまま貼っとこうと思って貼ってあって、すごいいい。でこれはスターファインダーっていうそのギルモアが使ってるキャビネットで、中にクレッセンドっていうフェーンのスピーカーが入ってて、すっごい重い、まあ JBL みたいなスピーカーが入ってて、もうすごいお金かかったのに中身がパチモンだったっていう最悪の、その後スピーカー買うのにもうすごい苦労して、ヘッドルームはすんごい広いですね。100ワット、当時だからこのキャビネットは普通のバージョンとそのアップグレードバージョンっていうのがあって、でギルモアはそのアップグレードバージョンを使っていて、そのスピーカーがそのクレッセンドっていうスピーカーで、なくて困ってたら、僕のアンプのメンテナンスをしてくれてる魚津くんっていう友達がいるんだけど、魚津くんが「あ、うちに1個ある」って言ってなぜか持ってて「すげえ!」って言ってそれを入れて、今一応ちゃんと使えてる状態ですね。これが、マーシャルナーブですね。これ本当はナーブっていうプレートじゃなきゃいけないんだけど、多分なくしちゃって前のオーナーがリプロのやつをつけてるんだけど、これ多分なんか昔日本でうちの店で売ったらしいんですよね。でアスペン・ピットマンが昔その90年代に日本に来た時に「おいい店だな」っつって「おお、なんでこれがあるんだ」って言ってのけぞってたっていうやつで、
お客さんが売りに来て僕絶対売らない方がいいですよこれって言ったんだけど、いやもういらないから置いていくって言って、じゃあ僕買いますって言ってこれも買ったやつですね。これは EL34 の、もう JJ が入ってます。もう普通に使うようにしちゃってあるって、すごい歪むマーシャルですね。でこれがいわゆるブラックフラッグっていう100ワットの JTM、ですね。もうこれはもう本当鉄板の音っていうか、もうこれ買ったらもう他のマーシャル欲しいとあんまり思わなくなっちゃったっていうぐらい良くて最高の音がします。でこれは、バスケットウェーブ欲しかったんだけどなかなか高くて買いづらいなと思ってたら、エディ・バンヘレン好きな人が「あ俺持ってるよ」って言って持ってきてくれて、でいいないいなって言ったら「じゃああげるよ」って言ってくれたんですよねよくわかんないんだけど、なんか俺チェッカーフラッグのが好きだからとか言ってくれてないのかな、預けてるだけでももう10年経つからくれたんじゃないかと思うんだけど、すごくもう最高いいですこれはそれはスピーカーはG12 のグリーンバックですね。でこれは今ジミー・ページ当時はこのベース用のアンプを使ってたんだけど、この間見たら最近なんか買い直したのかな、あれなんかギター用になってて7番7なんとか7120か、これは4120なんですけど、昔の写真は4120なんだけど、最近この間メットでエキシビジョンやってたじゃないですか、あれとか見たら7120になってて、で7120ってちょっと歪むんですよこれより。でその音も知りたいなと思ってさっきのキャッスルダイにお願いして7120に改造するユニットを作ってもらって入れるべきか入れざるべきかちょっと今悩んでまだつけてないんですけど、わざわざキャシーが作ってくれて素晴らしいやつですね。まあ普通の割とでも音はファズが入っても歪まない、クリーンな音ででっかい音がする普通のウルトラリニアなアンプですね。ジェイミーが弾いてる音の方が全然レッド・ゼッペリンの音するよねみたいな感じでこれはこの時にペアで使ってたリッケンバッカートランソニックっていうやつのキャビネットで、これも大津君が見つけてきてくれて欲しいって言うとすぐ翌日には見つけてきてくれるんですよね。お金が足りなくなっちゃうんだけど。でこれはバージョンがたくさんあって4発のやつとか2発のやつとかあるんだけど、これは12インチが2発と15インチが1発で箱だけで買ってきてくれて、中身をオリジナルはアルテックが入っていたんだけど、なんかでも全然アルテックっぽくなくて、アルテック入れたんだけど全然その感じじゃなくて、多分 JBL に変えてんじゃないっていう話をしたら、どうやら JBL らしいっていうところまでは今突き止めたんで、今度 JBL を買わないといけないっていう修行の旅がまだまだ続くんですけど。でこれがウェムのコピーキャットにミキサーがついたエコプレックスのミキサー付きみたいなやつのウェムバージョンで、中にこう開けるとこうテープが入っていて、4チャンネルでエコーになるっていう珍しいタイプで、でかいから使わないけど一応持っとくかみたいな感じの普通のプリアンプとしての音どうですか？やっぱすごいメロになりますね。いい感じにメロエコーの部分もじゃあちゃんと使えるんですか？使えます。でもなんかテープのランニングがうまくいかなくて、なんか調べたらやっぱりダメみたいで、これわざわざこのテープのカートリッジがめちゃめちゃ手に入れるの大変で、フィリップスのテープってもうなくて、でこの今これソニーのやつが入ってるんですけど、エンドレステープじゃないとダメなんですって。でわざわざ探して買ったんだけどあんまり良くなくて、で持ってる他の海外の人に聞いたら、あんなのテープ直結してここに回しゃいいんだよって言われてじゃあコピーキャットと一緒じゃんそれみたいなでそれを今度やろうかなと思って。普段試してるのに使ってるようなリファレンス用で、ハンバッカーはこの SG が割と多いですね。クルーズのさっきのホンジュラスマホガニブラジリアンシバンっていうクルーズのギターで、これ売れ残って売れなかったから買ったんだけど、すごい最近すごい気に入っててこれをよく使っていて、クルーズのギターはもともとこういうちょっと小ぶりのディンキーシェイプのギターが結構主軸だったりとか、あとはその後ろにあるフロイドローズがついたギターとか、割とこうなんかコンポーネント系のギターが多かったんですけど、近年はさっきも言ったようにそのトーンウッドとかハンドワインディングピックアップとかそういうでヴィンテージスタイルの楽器をよく作っていて、どっちかっていうとその
ヴィンテージを買って実際プレイヤーが使うとここは手を入れたいここは手を入れたいっていうところがどうしても出てきて後からやるとお金がかかるんでだったら最初からそれを施したギターを作ればいいんじゃないっていうところとあとは本当に大手のブランドだとなかなか使えないようなそういう材を使ったギターを作っていて今割とこの辺が主軸のラインナップになってますね。クルーズマニアックサウンドのブランドの歴史はもともとうちの代表は、アコースティックというアンプありますよね。アコースティックなんかを輸入していた当時会社にいてでその会社から独立して、ギターパーツを売ったりとかあとはそのネックとボディを作っていわゆるコンポーネントの先駆けみたいなで結局お客さんはネックとボディ買いに来るんだけど誰が作るのそれっていう話でじゃあ組んだギターもやるよって言って置いといたらすごく増えてきてそういう要望がでじゃあもうギター作っちゃえって言ってだんだんロットが増えていってで最終的にギターメーカーになっていったっていう。クルーズはもともとギターよりもベースがよく売れていてできっかけは多分語源を最初にっていうか語源を割と当時90年代の初め頃に語源をちゃんと作ってるブランドって少なかったんですよね。でうちの社長は割と最初からこのフレットレスのジャクソン5っていうんだけどフレットレスのこの語源タイプっていうのをよく作っていてでこれはスティービー・ワンダーのバンドのベースの人が買ってくれたりとか結構そういうふうに海外のお客さんからも評判良くてだからフレットレスは結構昔からあってであと、4弦タイプ5弦タイプのいわゆるトラディショナルなスタイル中尾健太郎君が使ってくれてるタイプも本当に吊るしのお店で普通に来て買ってってくれてみたいなタイプのものを使ってくれてたりとか、カスタムオーダーみたいなこともやっていてでうちの社長とあとうちのギターを作ってくれている長野のアスカっていうファクトリーがあるんですけどそこの社長がすんごい材のマニアなんですよ。本当メジャーなブラジリアンがあるよマダガスカルローズがあるよとかじゃなくてもなんか何この木みたいなで彼らは彼らですごい材のストックをしてるんですけどうちの社長はうちの社長ですごいこういいとこ取りの材をやっぱりこうもう高いけどしょうがないから買ってずっと持っていてでお客さんのカスタムオーダーとかに一応応えるような形を取ってるんですけど最近はすごいすぐ楽器を作っちゃうっていうのをずっと社長は言っていてもう本当寝かせないと木はダメだからって言ってだから最初にうちがトラディショナルな形を作り出した時もブラジリアンローズの指板を20年以上ずっと買って置いといてそれを20年経ってそろそろ使えるかなって言って使い出してっていう形で使ったような背景もあってであと手巻きでこうピックアップをワインディングするその K&T の高野さんという人がいてでその人と一緒になって今はトラディショナルなスタイルはやってでモダンギターはモダンギターでセミオーダーだったら安くできるからって言ってカラーオーダーとか本当はローズじゃない方がいいんだけどっていう人にはじゃあメイプル指板で作るとかそういうセミオーダーっていうシステムも一応取っていてっていう感じですね。木は本当にいろいろあってこれなんかがハードメイプルでハードメイプルってギターになっちゃうとハードだかソフトだかわからないですよ。でソフトメイプルって割とこう木目がバッと派手に出るので綺麗なキルテッドメイプルなんかやっぱりソフトメイプルなんだけどハードメイプルって触ってもらうと分かるんだけど角がめちゃめちゃ立ってるんですよね。もうなんかなんていうんですかもうヤスリがけしたみたいにキラキラになっていてでもただ切っただけでこうなるっていうのはハードメイプルでもう角を触ると本当硬さが分かるんですけどこういった木を使ってやってます。であとこれもワンピースのホンジュラスマホガニーなんですけどヴィンテージのレスポールなんかと同じように板目で取ってこれを1枚でボディバッグにしてこれのトップにキルテッドメイプルとか、フレームこういうこれなんかもハードメイプルのワンピースこれも板目で取ってあってでこれがちょうどバームクーヘンみたいにこういうでこっちもこうなってるんでこれをこう合わせてこう上と下でこう外向きにこう広がるような感じでやってあげると逆にだからヴィンテージギターより全然バランス良くなっちゃってヴィンテージギターの
枯れた感じにならないんですけど、もっとこう芳醇な感じになるっていうか、これはこれでたまにプレミアムカスタムオーダーしますよみたいな時には出すんだけど、普段はあんまり受けてないんですけど、こういうのもあって、もう結構だからうちのクルーズのギターって本当にハマると買い続けてくれるんですよ皆さん。で1本だけ持ってるっていう人少なくて、だいたい2本3本持ってて、でオーダーする人も本当にすごい人だと10本以上オーダーした人もいるんですけど、じゃあ今回はそうやってこう内側から外側に広がる木目でいこうと。で次はトップだけこういう正目にして、ちょっとトップならないくしてやってみようとかそういうでもマニアックすぎるっていうか、でも逆にそういう人がいるんで僕らは経験できるんですよね。もうその違いを多分こうなるんじゃないじゃなくて、一緒にやってみようって言って一緒に楽しめるんで、そういう人は本当にいいお客さんに恵まれていると思いますけど、これなんかそうですよね。こうハードメイプルなんだけど目がこう入ってるじゃないですか。これとさっきのこう板目の目と合わせたらじゃあどうなるっていうのもやったことがあるし、そうやってこういろいろやって、でどれもいい音がするんだけど方向性が違うっていうか、あとは本当にこうエキゾチックウッドみたいなスポルテッドとかそういう派手なものもあるし、結構いろんな材がありますね。あとはこれはヴィンテージの、ジャガーですね。これもそのウォーズ君が持ってて、で彼はこれを売ってジャズマスターを買うって言ってたんだけど、気が付いたら全く同じギターを買ってて意味ないじゃんって言ってなんだかよく分かんないんだけど、でもオリジナルのブラックで、でもやっぱりこの時代ブリッジピックアップがすごく非力で、僕それが嫌で、ここだけ K&T にリバウンドしてもらって、ファズに相性がいいような感じで巻き直してもらってて、これはすごくよく使ってますね。であとこれをお客さんから借りてるんだけど、65年のレイクプラシックすんごいいい音がして、もうびっくりしちゃうぐらいいい音がして、で地味編この間ユニバイブのビデオを上げたんですけど、その時にラージヘッドが僕今手元になくて、なんか地味編の音がするギターないかなと思ったら貸してくれて、もうバッチリすんごいいい音で、独特のなんかこうトレブルがサチュレーションする感じっていうか、これはすごくいいギターでした。あとはこれもクルーズの作ったトラディショナルなタイプですね。これも K&T のピックアップが載ってて、カルトのビデオとかで使ったんですけど、これもよく弾いてますね。あとはこれか、マイケル・スティーブンスのコリーナのエクスプローラー、これもお客さんが持ってきて売りに来て「ってマイケル・スティーブンスのエクスプローラーなんて絶対売らない方がいいですよ」って言ったんだけど、その人もなんかすごい安く買ったから別にいいんだとか言って「じゃあ僕買います」って言って買ったっていう。でも USA だと1万5,000ドルとかするやつだから、でもすごいやっぱりコリーナの主張がものすごく強くて、なんか本当はマホガニーのがいいんだけどっていう感じなんだけど、でもかっちょいい音がして、これもなんかピックアップなんかついてたんだけど K&T に変えちゃって、これもすごいいい音が、でもなんかリードギタリストのためのギターって感じですね。これはね 2P だったと思うんですよね。真ん中で継いであって、ただコリーナってよくわかんないんですよね、2ピースつないであっても。でこのヘッドシェイプのここがオリジナル通りにちゃんと、あの人ぐらいなんですよね、オリジナルをちゃんとばらして5本ぐらいばらして作ったって言ってたかな。これはすごいいいですね。僕このスティーブンスのこのタイプって野村義雄さんしか持ってるの見たことなくて、お店で働いていて自分も楽器が好きでコレクションしていてってなると、もうやっぱりもう両親のこういうあこれみんな欲しいけどでも俺が最初に見ちゃったから俺買ってもいいよねっていうのはそれはやっぱりあって。He knows his shit, man. Yeah. He knows his shit. His collection. 全部こんな感じです。No wonder he's famous, right? It's ridiculous.